今回は、福井県鯖江市のこちら大正寺町っていうのかな。結構前にこの先の榎木坂トンネルっていうのがあって、そこの旧道を探索したんですね。でその場所がその目の前のお墓のところなんですけど、そこ登山道みたいなのあるんですけど、それが旧道なんですけども、この先の続きという感じでちょっと今回変わった思考ですけども、この先の続き、で今は県道でもあるんですけども、昔はこの旧道だったところを探索したいと思います。で四方谷町というところを越えて、ここから先の、吉谷町っていうところにつながってる峠道があるんですね。峠道っていうわけでもないんですけど、今回は今昔マップを活用させていただきます。そしてこの榎木坂トンネルですね、この下の旧道を越えた現在丸の点があるところが現在地となっております。目の前がその旧道であったところでございます。で今の現在の道とその昔の道は若干やっぱ区画整理などで変わっている可能性がありますので、その辺誤差はご容赦ください。かつての方々はこちらの道を通っていって、新名という町、鯖江の町があるんですけど、そちらの方がなんかこの辺の、身近な買い物をするところだったらしいんですね。この戦前とかちょっとこの情報は地元の方に聞きまして、ちょっと僕も詳しくないので何も言いませんけども、その形跡をたどっていきたいと思います。古地図のこの表記はこれは多分2メーター以内、2メーター以上3メーター未満の道だと思います。そしてここは右か、こっちだね。多少ずれたらごめんなさい。これかな。ここがかつてのこの町へ向かうための大通りやったらしいです。ただ予測も含まれてますので何とも言いません。で今は県道が、山を回り込んで回ってぐるっと回ってるんですけども、昔の地図を見る限りではないんですね、この道が。あってもその徒歩道というか歩くだけの道があるだけで、なんかそういう荷馬車が通れるほどの道じゃないのかなとも思われます。ちょっとこの辺も定かじゃないんでごめんなさい。あくまで予想の範囲で歴史のロマンを感じていくチャンネルでございます。古地図表記のこの実線と破線のこれがその2メーター以上3メーター未満の道らしそうです。現状ちょっとズレがありますけども、これは仕方ないのかなと思います。実際は昔は左側に道があったみたいですね。圃場というんですかね、田っぱった田んぼをその区画整理みたいなことすることなんですけども、それをしたことによって道が変わったんでしょうね。これね、本来なら左の方にぐねぐねの道があったみたいです。そしてここ右か。ここはメインルートが分かんないや。とりあえず、四方谷町というところらしいかな。ここは違うのかな。この道っぽいね。かつての大きい道を走っていこうと思っております。大通りからちょっと外れてったかな。ここら辺は右ですか。右行っちゃダメだね。四方谷町という名前から見る通り、地形足して見るとね、四方山に囲まれてますね。なんか城塞みたいな感じですけど、ここですね。かつての道こちらだね。ここを右のようです。そしてこの先が目的地の
そのなんだ四方谷というとこから吉谷町というところへ向かうその旧道ですね。かつてのこの辺の方々が町へ向かうための道だったらしいです。ただ行けるかどうか、ダメか、立ち入り禁止か、ではないんか。なるほどではここからは歩きで行かせていただきましょう。かつての、集落間というか町へ出るための道だったそうです。情報によりますと、もうこの上崩落してね、なんかひどい状況らしいんですけども、なんで車を通れるわけでもなくって感じらしく、目の前にも倒木ありますしね、車は無理だとは思いますけどね。結構急な上り坂、木は倒れてるし、でも舗装はされてるんだね。割と整備された道です。こういう水切りというか、水流れていかないようにする枠もありますし、そして地図見る限りではこの右に分岐点ありますね。作業道かなこれ。でも急な坂やし、その上これめちゃめちゃ滑るんだよね。4区でもなかなかしんどそうな急坂ですね。そしてここ分岐点、作業林道臭い感じだかな。一応道はありますんでけど林業用だと思います。この切り通しがかつての村の方々を町へいざなっていたいい景色だったんですよね。そしてお約束のごちそうさまありがとうございます。一応峠じゃないけどこの道のピークとしてはこういったごちそうさまっていうのがあるもんですけど、かなりやっぱ誰も使われることがないから荒れてますね。この木が落ちてるのは。振り返っても素晴らしい切り通し、岩を削ってこのピークを越えるのに楽なように作ったんでしょうねこれ。そしてこの辺りでまた3つに枝分かれする分岐点があるみたいですけど、その手前にすごい倒木があります。これいっぱいなんか倒れたように見えるけど、1本の木、相当昔からの木が倒れて、歩くんでもきついぞこれ。歩くんでもこれなかなかしんどいものがありますね。これジャングルジムだな。迂回できないかな。できないね。これきついなこれ歩きでもきついな。この大木こんなん崩れてるから、ここまで上の方まで来てくぐっていくしかないな。よいしょ。うわ、くぐるにしてもきついな。うわひどい。あそこから迂回しました。きつー。そして林道分かれてますね。そして今昔マップ今見てるんですけども、こちらね、この今歩いてる道は新しくできた感じですね。こちらの方に道があったみたいですね。それがちょっと違うルートになってますね。で獣池の柵あるけど、こんなもんね獣池なのかこれ。ちょいと開けるの面倒いんで、ここからここまで後でジムニーでここまでやってまいりますわ。でもかの昔はここが戦前のぐらいの話らしいんですけども、こちらの方を通ってこちらの町の方から、四方谷町、そして南なんたら町とかあちらの方へ抜ける、皆さんのルート、メインルートやったらしいです。今はそんな風には全く見えず、こうやって舗装はされてるんだけども、誰も使うことがないので、ああやって倒木がそのまま何年も放置されてるんじゃないですかね。それでは四方谷町を抜けまして、吉谷町反対側へ行ってまいります。現在走ってる道なんですけども、この先に県道がありますけど、
過去はこの辺には道は一応ここは小道があるんかな。一応これ昭和初期ぐらいの地図なんですけども、この辺り道かと思ったらこれ川の表記ですね。これね、多分ね県道208号線となっておりまして、まあ昔はここには道がないかな、点々道があるから多分これ徒歩道みたいなあぜ道的なのはあったのかなっていう感じですね。ただメインの道ではないという感じです。なので先ほどの道があったわけでございますね。そうね、一応道はあったのかな。どうでしょうね。小さい道はあったみたいですね。そしてここを右へ曲がります。で右かな。吉谷町となります。まあ加工地図とちょっと拡大しますね。過去地図とこう比較していただくと面白いかなと思います。これ左か。でこの道か。細いな。この道がかつて、四方団町や向こうの道へつながっていく道の先ほどの道のとこですねになっております。かの昔、こちらこの付近の方々はここを通って、町や、自宅へ帰ったものと思われます。そういった感じでね、まあいろいろとまあ車で通れんかったのは仕方ないですけども、それでもまあロマンあふれる切通しが見れたことにも感謝しております。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。